はい、こんにちは。旧約聖書はっきり言ってつまんないんで、やっぱりまた法華経を戻しますので、あの、今回はですね、何回かに分けですね、法華経超大講話っていうことで、法華経のですね、一番難しいところをですね、ピックアップしてですね、何回かに分けてお話しします。で、これ法華経の一番難しいところっていうのは、要するに我々のこの創造世界、宇宙が始まる前の、真空ですね。その真空って言っても瞬間にもならないし、形にもならないし、何もないと。言葉も当てはまらないと。しかし、ここには法則があって、無限の創造世界を生み出すと。そしてその無限の創造世界の中に、この真空は肉体を持って生まれ変わってきて、その過去にいたですね。この世界でいれば、シャーカム如来っていう人が過去にいて、その人が法華経っていう経典を残しておいてくれたと。で、それがですね、今本屋さんにあると。それを買ってきてですね、それを読んでですね、この世界がですね、始まる前の真空の中には、なぜ宇宙を生み出すのかですね、この法則をですね、この法華経を読むことによって理解できるようになっていますと。で、こういう仕組み自体がですね、なぜ宇宙が始まる真空が持っていたのかっていうことですね。これをですね、説明しているのが、この法華経の第11章の憲法当番なんですよ。で、この何もない宇宙の始まりの真空っていうのは形も何もないわけですから、そこにはストーリー性もドラマ性も、キャストも出てこないと。ですけど、この真空を説明するためには、一つのですね、空間、時間の流れも必要で、そしてそこには人間がいて、社会を営んでいて、そして過去から現在、現在から未来に対して、様々な生活を営んで、そして文字があって、本があってっていう、こういうですね、社会のですね、映像を通して、このですね、人間の姿、形、あるいはその生活の営み、習慣、こういった形をですね、使って、この宇宙の始まる前の何もない状態の中に、どういう法則が存在しているのかを、人間的な例えにして説明してくれるのが、法華経なんですよ。で、憲法答問っていうのは、最初にですね、多方如来っていうのが出てきますと。で、どういう時に多方如来ってのが出てくるかっていうと、あなたがですね、この世界で法華経をですね、紀ノ国屋書店かなんかから買ってきてですね、それをですね、あなた自分の部屋に戻ってきて、その、を開くと。で、そこにはですね、この2500年前にシャーカム如来が、インドのですね、マガラ国の、レータカ山で法華経を説いている姿が、そこには書いてあると。で、そこでお釈迦様が法華経を語っていると。で、この法華経っていうのは、私のこれまで説いてきた教えの中の最高のものであって、宇宙の始まり、宇宙の一切を解き明かす言葉なんだよってお釈迦様がそこで説いていると、本の中でですね、言葉で。そうするとあなたはそれを見て、ああ、そうだ、この法華経が最高のものだっていうのはピーンとくるんですよ。この最高のものだっていうことがピーンときた、そのですね、あなたの精神が多方如来なんですよ。であなたの精神と多方如来は一つなんですよ。じゃあこの多方如来、あなたの精神っていうのは、なんでその時に法華経を読んで、あ、この法華経ってすごい、これは本物だっていうのを理解したかっていう、このですね、原因とですね、理由がですね、書かれているのが憲法答問なんですよ。まず多方如来って何かっていうと、これあなたの真我ですね。あなたの真我で、なんでこの真我がまず出てきたのかっていう法華経を読んだ時にですね、21世紀の現在にあなたが法華経を紐解いた時に、なぜあなたの真我が出てきて、法華経を読むと、ああ、これは本物だ。この法華経こそが宇宙の始まりから全てを解き明かしているものだ。ああ、良いかな、良いかなっていうふうに言ってるのはあなたの真我なんですよ。で、なんでこの法華経を読むとあなたの真我が出てきたのか。で、あなたの真我がなんでこの法華経を読むのかっていうことですね。このですね、
原因とですね、そしてこの法華経を読んでこれからあなたの真我が何をするかですね。こういったことが書いてあるのがこの憲法ともになりますと。はい。ですからですね、もしも法華経を読んで、これは本物ですごい宇宙の始まりから一切書いてあるっていうのがもしまた分かって、これ以外のものにも興味を持たなくなるんですよ。もしもそういうふうな状態になったとしたら、あなたは、それはこれこれこういう原因が過去にあったんだよっていう、こういう取り方をしてますね。はい。で、ここから先はですね、続いてまた別な動画で解きますと。ですからまず、真我って何かについて考えてみてください。はい、教授様。はい、こんにちは。ですね、まず、三次元世界の中で、まず法華経がない世界っていうのは、絶対にありえないんですよ。そういう世界は存在していません。なんでな、これ、三次元世界っていうのは、ビッグバンを起こして生まれてくるわけですね。宇宙が始まる前の真空が。で、なんでですね、この宇宙の始まる前の真空が、ビッグバンを起こして、三次元世界を生み出して、そこにいるですね、人間の世界に、来てですね、同じ人間になると。それはですね、言葉を学ぶためであって、その言葉を通してですね、法華経をですね、読むために、真空はビッグバンを起こして人間の姿になって、この世界に生まれてくるんで、法華経を読むために真空はビッグバンを起こすんで、ですから法華経のない世界っていうのは、生まれてこないんですよ。存在しないんですよ、三次元の世界の中に。つまり、その過去にですね、如来がいて、そしてその如来が、法華経を説いて、それを弟子たちが広めていると。で、この世界であればお釈迦様が2500年前に、法華経を説いて、それを弟子たちが広めて、今2500年後のこの世界に、日本の本屋さんにも売ってると。で、これをあなたが読むと。で、これ読む人はですね、もうかなりですね、真空に近い人なんですよ。で、こういう仕組みでですね、宇宙の始まりの真空っていうのは法華経を読むために、ビッグバンを起こして人間になって、そして如来が過去にいて、そしてその過去から現在にその法華経が伝わっていて、書物となってですね、で、それを広げると。で、そうするとそこにですね、2500年前に、法華経を説いている、釈迦の姿、如来の姿があると。で、その人の言ってる言葉っていうのは、これこそ何もない真空が宇宙を生み出して、そこに人間を生み出して、この世界に人間として生まれてきた、まさしく目的であるってことを理解するんですよ。はい。で、それがですね、憲法ともにまず書いてあることなんですよ。まずですね、他方如来ですね。もう完成してしまった真空ですね。一切の生きとしけるものが仏になってしまった完成した真空は、過去にですね、世はかつて前世において、菩薩の修行を収めていたが、菩薩を戒めるこの法華経という教説を聞くまでは、この上ない完全な悟りには達しなかったと。しかしこの正しい教えの白蓮という教説を聞いた後に、真空ですね。要は、この上ない完全な悟りを完全に達成したって言うんですよ。要するにですね、宇宙の始まりの真空ですね。もう完全に完成してしまった真空は、過去において、法華経を学んで、そしてそれを理解することによって、悟りを開いて、如来になったっていう。これをですね、他方如来は語ってますと。でですね、他方如来はですね、そのかつて自分がですね、三次元世界の如来であった時にですね、法華経を読んで悟りを開いたと。で、その時にですね、お釈迦様と同じように弟子を集めましたと。で、その人たちをですね、下脱させましたと。で、下脱させてですね、真空の状態を作りましたと。で、その真空に対してですね、あなたもその時にですね、他方如来のですね、弟子だと。そして下脱で真空になりましたと。その真空であるあなたに対して、他方如来は言いましたと。
私が入滅した時にですね、如来の前身のために一つの大宝刀を建立すべきであると。要するにこの一つの大宝刀っていうのは、生まれ変わってビッグバンを起こして、そして人間になって三次元世界に行けと。そうするとその過去に、シャーカム如来っていう如来とか如来が教えを説いてると、法華経を説いてると。そうしてその如来の教えが2500年後に伝わってきていて、文字になって法華経としてあると。それを読むと、大宝刀を建立すべきであると。つまり、今ですね、多宝如来が良いかな良いかなっていうふうに出てきてましたね。で、この多宝如来ってのはあなたの真我のことで、つまりあなた自身は真我を通して法華経を人間の姿を通して読むと。それは、多宝如来の大宝刀であって、あなたが肉体を読んでいるんじゃなくて真我そのものが読んでいるんだと。大宝刀そのものが読んでんだと。こういうことを言ってますね。はい。今言ったってこと分かりますこれ。もう完全に三次元の感覚超えてしまってるんですよ。で、真空を語るときにですね、ですからこの世とか入滅とか如来の前身とか大宝刀とか多宝如来とかっていう言葉を使って何もない真空が、過去に如来の命令によって下脱させてもらって再びビッグバンを起こして次の世界で三次元を作って法華経を読みに来てると。真空がですね。それでその真空が、良いかな良いかなって法華経を読んでると。これをですね、こういう例えにしてお釈迦様は言ってるんですよ。はい。わかりますこれも。で、またですね、その時に、その他の塔が世のために建立されるべきであると。その他の塔が世のために建立されるべきっていうのは、あなたが過去の如来のもとで下脱して、再び命令によって法華経を読みに来ましたと、この世界に。で、あなた、その時、真空そのものなんですよ、今でも。で、それを大宝刀であると。で、その他の塔が世のために建立されるべきっていうのは、ここでですね、法華経を読んで学んで、それを弟子を取って再び広めなさいと。そしてその人たちにも、下脱させて真空にして、そして生まれ変わって、他の世界でビッグバンを起こして、その世界に生まれ変わって、法華経を読みなさいと。真空のままですね。法華経を読みなさいと。それがですね、このたった2行の文章に入ってますね。世が入滅した時に如来の前身のために一つの大宝刀を建立すべきである。また、その他の塔が世のために建立されるべきであると。はい。もうこれなんかですね、暗記してですね、今回の私の解説と一緒にですね、必ず理解してください。ここがですね、もう法華経の革新的な部分ですね。なぜ真空がビッグバンを起こすのか、なぜ真空が生まれたのかっていう、これを説明している部分がこの部分になります。はい、今日一度。はい、こんにちは。法華経超講話、第3回目になりますね。憲法等本というですね、第11章の中にですね、お釈迦様のですね、悟りのですね、極地のですね、5つの文章が入ってます。5つの文章。この5つの文章をですね、もしも理解できたらですね、あなたもその瞬間からブッダになりますので、今回それを5つ言いますね。はい。後ろから言います。一番重要な5番目の方から言いますね。要するに5番目の文章っていうのは、悟りを開いた如来ですね。あなたがですね、これからですね、根性ですね、この人生で下脱しますと。それで法華経の伝道を誓いますと。そうして自分の力でビッグバンを起こして次の世界に生まれ変わりますね。はい。で、これを何回か繰り返して最後にブッダになる一生にたどり着くと。で、その人生の中であなたがですね、大体30か40の時にブッダの悟りを得ると。その時のですね、見る世界が、このですね、憲法統合にある第5番目の文章ですね。悟った如来が見る世界。はい、これ読んでいますね。はい。他の仏国土において尊き仏たちがこの正しい教えの白伝法華経という教説を語ることがあれば、その時世の前身を祀る塔は
この法華経という経説を聞くために如来たちのそばに行きたい。また彼ら尊き仏たちが世の前身の塔を開いて四種の改宗に見せようと欲するときには、十方におけるそれぞれの仏国土において世の体から作られた如来の分身がそれぞれに異なる名でそれぞれの仏国土に現れて人々に教えを説いていても、それら分身を一緒に集めてその後に世の前身を祀る塔を開いて四種の改宗に見せるべきである。そのゆえに如来の分身が数多く作られ、それらが十方におけるそれぞれの仏国土にある幾千の世界において人々に教えを説いているのであるが、それらはすべてここに集められてくるであろう。これですね、ここの言葉の意味が分かればですね、あなたはその瞬間からブッダですね。はい。要するにあなたがですね、最後に如来の一生を送るときに弟子を取って、30年、40年ですね、弟子たちを下脱させて自分に消えさせますと。そして最後にですね、法華経を授けるときにですね、要するにその時にですね、他方如来の仏道の扉を開けるんですよ。で、その扉を開けてですね、衆生に示すんですよ。これがですね、法華経を弟子たちに説くっていうことになるんですよ。如来が。はい。その時にですね、この十方の仏国土に無限に如来がいるんですけど、それを全て集めてから、それをやるってことですね。これ意味わかるでしょうか。5番目ですね、これ箱。で、4番目がですね、十方におけるすべての世界でいずれの仏国土であれ、この法華経という経説が解き明かされるとき、そこに世の全身の塔が出現せよ。もろもろの尊き仏たちによって、この正しい教えの白蓮という経説が説かれるとき、集まった改宗の上の空中にとどまれ。また、これらの尊き仏たちがこの正しい教えの白蓮という経説を説くときには、世の全身の塔は彼らの称賛の声を聞かせよ。それゆえに、このサハラ世界において、シャーカム如来である私が、正しい教えの白蓮という経説を説いているときに、この集まった改宗の真ん中から、他方如来の遺骨を祀る塔が出現して、上空の空中にとどまって、称賛の声を聞かせたのだ。世尊よ、私どもは世尊の意向により、他方如来の全身を見ることができます。これが4番目ですね。はい。はい。3番目ですね。はい。この他方如来は入滅の折に神、天使、サモン、バラモンなどと一緒にいる世間の人々の前でこのように告げた。世が入滅した時に如来の前身のために一つの大宝塔を建立すべきである。またその他の塔が世のために建立すべきである。これですね、これ前回の説明したんですけど、これも前回の説明とですね、参考にして考えてみてください。で、2番目ですね。2番目はですね、世はかつて前世において救護者の修行を収めていたが、菩薩を戒めるこの正しい教えの白蓮という教説、法華経を聞くまでは、このような完全な悟りには達しなかった。しかし、この法華経という教説を聞いた後に、修行して生まれ変わって最後に人生で世はこの上ない完全な悟りを完全に達成し、如来の悟りを得たのであると。これが2番目ですね。はい。で、1番目はですね、他方如来の塔がですね、出てきましたと。で、お釈迦様がですね、法華経をですね、解き明かそうとしたときに、大衆にですね、で、その法華経を解き明かお釈迦様が、なんでこの塔、真空が出てきたのかを弟子たちにこう説明していますね。この真空は何かを弟子たちに説明しますと、この大きな宝塔、真空の中には、如来の体が一個にされて安置されている。これはかの如来の塔であり、かの如来が声を響かせたのである。下の世界にある無限の世界を超えた下に、ラトナビシュッタという世界がと、そこに多方如来という完全な差に到達した如来がいたが、この尊き如来は、前世、無限の如来の集合体であるのだっていうことですね。はい。ですね、宇宙の始まりの真空っていうのは、
要するに生きとし生けるすべてのものが悟りを経て真空になってしまった状態っていうことをこう表現してますね。はい。以上5個ですね。これ重要な5個なんで、この5個がですね、分かると、あなたも仏ですね。はい。特に5番目ですね。はい。はい、今日一です、どうも。はい、どうもこんにちは。法華経超講話になりますね。はい。これですね、超講話っていうですね、タイトルをですね、特別につけたのはですね、ここからいよいよ佳境に入ります。今回ですね、この下地をですね、5つのお釈迦様の言葉ですね。宇宙が始まるのの真空を表す言葉ですね、これ。なんで、真空が宇宙を生み出すのか。そこにはどういう法則があるのかっていうのをですね、お釈迦様は人間のですね、言葉に例えてですね、5つの言葉で、表現していますと。で、これが分かるとですね、いよいよ次回ですね、悟りの極致をお話ししますので、はい。これ段階的にちゃんと理解していってくださいね。でないとわからないんで、本質的なところが。はい。で、前回5つの言葉って言いました。それですね、5つの言葉のうちの、5と1、5番目の言葉と1番目の言葉は同じことを言っています。で、4番目に言った言葉と2番目に言った言葉は同じことを言ってますね。それを今回ちょっとやりますね。で、5番目の言葉ですね。もしも他の仏国土において、尊き仏たちがこの法華経という教説を語ることがあれば、その時世の全史を祀る党は、この法華経という教説を聞くために如来たちのそばに行きたい。要するに他の仏国土、この場合の他の仏国土って何でしょうね。はい、このあたりポイントになってくるんで、要するに、いずれかの仏国土で法華経が説かれるときですね。それっていうのは、要するに法華経が読まれることなんですよ。あなたが今この法華経をですね、机の上に置いてですね、ここ読んでるとしますよね。それがですね、他の仏国土において、正しい教えの白で法華経が、語られてるっていう時なんですよ。その場にですね、他方如来は行きたいって言ってるんですよ。あなたがもしも読んでる時に、あなたの信者は必ずそこに行って法華経を読むってことなんですよ。でですね、その時に、その如来がですね、あなたの信者の扉ですね。あなたの信者の扉を開いて、その全身をですね、四種の改宗に見せようとするときには、さあその全身というのは何でしょうね。全身というのは要するに、他方如来の無限の、他方如来無限の如来の塊ですね。その無限の如来と、さらにはシャーカム如来の無限の分身の如来っていうことですね。はい。それをですね、四種の改宗に見せようとするときには、十方におけるそれぞれの仏国土において、世の全身から作られた如来の分身がそれぞれに異なるので、それぞれの仏国に現れて人々に教えを説いていても、それらの分身を一緒に集めて、その後、世の全身を祀る塔を開いて、四種の改宗に見せるべきである。ってこう書いてありますけど、要するにまさにこの姿が、多方如来の姿なんですよ。で、多方如来って何かっていうと、1、3000億度になります。多方如来って何かっていうと、1、3000億度になります。あなたがですね、今回この人生で下脱して、仏に帰依して、如来の教えのですね、法華経の伝道を誓ったとしますね。そうすると仏国土に帰りますと。で、その仏国土からですね、生まれ変われる無限のですね、世界には必ず仏がいますと。で、この仏の塊が、多方如来で、1、3000億度、あなたが仏国土に戻って、その仏国土から生まれ変わる無限の世界のことが1、3000億度で、この集合体が多方如来になりますよ。で、そのうちの一つのですね、多方如来の無限の分身の如来の一つのシャーカムニ如来の仏国土に今あなたは来ているんですよ。わかりますか？はい。でですね、そのシャーカムニ如来が今、この多方如来のですね、塔の扉を開いて、1、3000億度を、あらわにしてくれようとしているのが、この今、状況なんですよ。はい。これがですね、虚空界っていうんですよ。
ここに参加の極快。はい。如来の分身が数多く作られ、1、3000億度から見ると、あなたはですね、その仏国土からですね、妙音菩薩としてですね、無限にいろんな世界に生まれ変わることができると、必ずそこには如来がいると。その如来の世界が無限に集まったのは、1、3000億度多方如来っていう。でそれが一仏国土になりますね。一仏国土。はい。で、十方におけるそれの仏国で幾千の世界において人々に教えを説いているなら、それは全てはここに集められてくるであろうっていうのは、それはあなたがこの1、3000億度を理解したってことなんですよ。多方如来っていうのは1、3000億度で1、3000億度から生まれ変われる全ての世界が、如来がいて、それが集まったのが多方如来。如来が一個になったのが多方如来ですね。1、3000億度。で、その1、3000億度の一つの世界が、お釈迦様のいる仏国土であると。はい。これが5番目の言ってることなんですよ。もうちょっとついてこれないかな、ここで。はい。で、1番目の文章を読みますね。はい。1番目の文章は、今のは5番目の文章で、1番目の文章っていうのは、世尊よ、どのようなわけが輪廻があって、このような大きな宝刀がこのように現れてたんですか？また誰があのような大宝刀から声を響かせたのですかっていうと、お釈迦様が、あの宝刀の中には如来の体が一個にされて安置されているっていう、この如来の体が一個にされて安置されているっていうのは、あなたが仏国土に戻って、そこから生まれ変われる1、3000億度ですね。無限の3000億度があるんですけど、それが、一個になっているのが、この塔だって言うんですよ。要するに一仏国土、1、3000億度のことですね、多方如来っていうのは。で、これはかの如来の塔であり、かの如来のが声を響かせたのであると。下方にあいて、ラトナビシュッタ。宝が生まれるという世界があると。宝が生まれる世界っていうのは、要するに、悟りが生まれる世界、ブッダが生まれる世界のことだって、この三次元世界のことなんですよ。ラトナビシュッタ、宝が生まれる世界があると。それは無限にあると。そこには必ず如来がいて、その如来たちが無限に、如来たちが集まったのが、一三十億度多方如来っていう。あなたが一つの、これから戻る仏国土に戻りますね。そこから妙音菩薩として生まれ変われる世界が、一三十億なんですよ。はい。で、あなたはですね、前世にこういうふうに思ったんだと。これ2番目の文章ですね。ここから2番目の文章。私はかつて、菩薩の修行をしていたんですけど、ちょっと1番目も思いますね。要するに5番目で言った無限の1、3000億ですね。無限のブッダの国土に生まれ変わるその無限の世界があると。で、その無限のブッダの中の一人がシャーカムニョラであったと。で、シャーカムニョライの教えをあなたが本を開くと、あなたの真我であるこの多方如来が良いか悪いかなっつって、シャーカムニョライを褒めるわけですね。はい。で、それは説明するのは一番目の文章で、これは如来の体が一個にされて安置されているんだ。あなたという真空の中には、如来、無限の如来が一個になってて、どこの世界にも生まれ変われるんだってことを言ってますね。はい。で、その一つ一つの世界のことをラトナビシュッタ、宝が生まれる世界ということで、そこに住んでいる如来があなたを下脱させて、そして消えさせて、真空に戻してくれて、ブッダを生み出す世界、宝を生み出す世界ってことですね。はい。はい、これ1番ですね。で、1番と5番っていうのはですね、同じことを言ってますと。はい、もうついてこれないですね、これね。じゃあ2番に行きますね。あ、やっぱ今日ここまでにしますね。はい、どうも。Here comes the sun. Here comes the sun.